Mesha to be Season 5今回のMesha to beは初めての石垣島。それでは早速Let's get it started 1. Kabila Wan今回の石垣島は4泊5日航空券が安いの取れたので行くことができました。オフシーズンってことでホテルも安かったし、石垣には直行フェリーがないんでね。詳しい旅の費用については後ほど。私たちが初めて訪れた石垣島で良かったスポット順に20カ所ちゃちゃっとご紹介。後半になるほど良かった場所ってからくりになっておりますのでよろしくしなちくです。石垣言うたらまず思い浮かぶのはここね。石垣島のイメージ言うたらこれしかないっすね。湾内に点在する小島とエメラルドグリーンの海が織りなす景観は日本百景やミシュラングリーンガイドジャポンにも選ばれており、石垣島観光の象徴的存在でございます。綺麗だった。ここ晴れた日に来なきゃだね。そりゃそうよ。 2. Ocean View Cafe Puka Puka石垣原パン旅も3日目。天気がいいので海の見えるカフェでまったリング。静かにくつろげるグッドプレイスだね。テラス席が気持ちいいけどカラスのカークには気をつけてね。ね、やっぱ高いとこはいいわ。なんとこの日は12月24日。こんなクリスマスイブは初めてだね。メリークリスマス。 3. Sayoko no Misei沖縄のスイーツ言うたらこれっしょ。今回売られていたのは3種類のアンダギー。全部で5種類もあんだけ。そうなんだぎ。地元の人も買いに来る人気店ね。出来上がりの時間が予言されてるのはありがたい。いや予言って結構小ぶりなアンダギーで3つくらいはペロリンチョでございましたね。でも食べてみると紅芋は色が違うので分かりやすいんだけど、バナナとプレーンは味がほのかすぎてあんまり違いが感じれませんでした。確かに。でもこれ必要以上に手を加えてない明石家さんのナチュラルな照明みたいなもんですね。鼻詰まってたんじゃないの？嗅いだでしょあなたも。嗅いだ。匂い分かんなかったでしょ。バカ舌飯旅。でも美味しかったね。4. Hikari Rakuan やっぱ地場のフルーツもいただかなきゃねってことで、自家栽培のグアバや南国ならではのフルーツを使ったスムージー屋さんにちょっと寄り道。晴れた日に寄ればよかったんだけど、スケジュールの関係でこの日はどんより。金曜日だったんだけどね、この日。お店に着くや否や見覚えのある車が駐車場に。あらま、ほんまや。こんな偶然があるのも石垣島ミラクル。なんと一昨日私たちが借りて乗っていたレンタカーが駐車場に。なんでわかんのかって？それが一目瞭然なのよ。レンタカーって普通みんな同じ感じでわかんないと思うんだけどね。マジウケるよね。一目でわかるくらいのボッコボコのポンコツでボンネットは半開き。こすりまくった後がそこら中でね。飯旅的旅スタイルはレンタカー1日ずつ借りるんですよね。そしてオーバーナイトしないんです。朝借りて夜かやす方式。かやす？あらかじめ車移動する日を限定して行きたい場所に応じてレンタカーを調達。夜ホテルで寝てる間もレンタカー代払う費用を節約。ホテルの駐車場代も北海道と違って有料ってことがほとんどだし、ちゅうことね。これが爆笑レンタカーでね、どこへ行っても大概激安のやつを探しちゃう飯旅ーズ。グアム行った時なんかもう1日3500円のやつもまあまあポンコツだったけど、今回のはすごいね。マジいくらだっけ？2500円。安っ。いつものニコニコレンタカーは年末繁忙期扱いで通常のプラス3000円ぐらいの料金設定だったんでね。なるほど。それでこのポンコツくんと過ごすことになったってわけだね。安いもんね。はい。これ普通のレンタカー屋さんで借りたら倍以上かかりますからね。ケチ。 Yes, I am したっけ？ここの駐車場に車を止めましたと。あれ？隣に止まってる車、この間のポンコツじゃない？つってね。そう。あらまびっくり。もう忘れもしない。その半開きのボンネット。思わず今日乗ってるドライバーさんに話しかけちゃいましたね。マジウケる。フレッシュジュースとスムージー飲みながら、
幌レンタカー談義に花が咲きましたとさ。関西弁のカップルだったね。面白かったね。ボロいけど、でもこのレンタカーホテルに届けてくれて、ホテルで乗り捨て OK だから楽さね、逆に。興味のある方は楽天トラベルでブックしてみてみて。ピッチレンタカー。ピッチじゃなくて。5. Tyra Show 10. 人気 YouTuber とったびのこんちゃんが石垣一うまいとお気に入りのようだったんで、どうしても食べてみたくてやってまいりました。はい、こちらは中心部から歩いて10分ぐらいかな。観光名所的人気店ですね。はい、こんちゃん一押しの軟骨ソーキそば。黄色い中太ストレート麺はすすりがいありますね。札幌ラーメンのように黄色いね。そうなの。でもプリッとしてなくて柔らかい印象。プルンプルンの軟骨はコラーゲンたっぷり。なんでこんなに柔らかくできるんだろうかってやつ。はいはい、美味しいやつだね。はい、美味しゅうございました。開飲したら喉乾きそうなんでほどほどにしときやした。味強めなんだ。こんちゃん若いからね。知り合い？いえいえ、尊敬する憧れの YouTuber の一人です。ファンかい。そうだね。6. Today's Katsu Curry. Takusei Curry no Misa Ruyamoda. 町外れの住宅街にございます。石垣では希少なカレー専門店。少ない中から選びましたるこちら。開店間もなく訪問もアンリマー超満員ベテラン大将ワンオペ。忙しくてちょっとパニックの手伝っちゃおうかな状態。すごい。町外れの住宅街なのに。はい、僕ゆっくりで大丈夫ですよと伝え、ベースカレー辛さ10段階の3辛口ってやつにカツトッピングを注文。本当はランチメニューだけらしいが、カツカレー対応してくださいました。あら、ありがとうございます。かなり辛口。久々にほっぺから汗が噴き出してしまったシャバめで辛くてスパイシーなナイスカレー。さっくり上がったカツがスプーンでスパーッと切れてうまし。生肉の明石家さんま。なかなかの名カツカレーでした。本当はね、道草ってお店が美味しそうでね、気になってたんだけども、撮影完全 NG ということで今回は断念。道草さんのカツカレー経験者の方いらっしゃいましたら感想を教えてくださいな。美味しいカツカレーなら撮影抜きでも食べに行きたいです。カレーね。カレーね。 7. A&W. 沖縄来たら夜でしょう。A&W のエンダーね。夜でしょう。朝も昼も夜でしょうつって今回初めてのエンダーでございます。そうなの。実は本島でもエンダー来たことなくてね。本当？今回朝食もディナーもクリスマスチキンもいただいちゃいました。ちょっとチキンはねグランドメニューに載ってなかったんでクリスマスだけだったのかもですがね。ルートビアに興味津々だったんだけど、ドクターペッパーの味って噂だったんでね。しかもおかわり無料っていうじゃないですか。やばいね。ドクペおかわり無料って中毒の人いるんですけど、ここに。はい、ドクターペッパー中毒です。でもあれさ、噂を信じちゃいけないようだね。全くドクペとは別物でしたね。湿布の味してた。ちょっと癖強っすね。歯磨き粉の味がすると評判のチョコミートアイス好きの私にも感化できない湿布ドリンクでしたわ。でもこれ結構人気なんだよね。100年以上の歴史なんだぜアメリカじゃ。アメリカをはじめ沖縄、インドネシア、タイ、マレーシアなど世界中で展開してるんだぞ。バーガー美味しいよね。安いし。クリスマスに美味しいチキンが食べられてよかったね。はい。 8. Nanasan Bal. 石垣市街地の中心的交差点にござるスタンドバー。なんとこちらのお店ノーチャージ3杯で730円というスタイル。これは楽しいね。さすがにビールはプラス90円だっけな。それでも安い。しかも昼飲みも可能姉妹。14時から飲めちゃうナイススポットですね。やるよね。泡盛連発で行かせていただきました。楽しいね。安いね。でもやっぱ泡盛は苦手だね。はい。 9. Gushikan Yorko Monument.
石垣といえばこの人ですね。お笑いタレントと思われがちですが、実はすごい方。そうですよ。当時は井上尚弥状態でしたからね。デビュー9戦目わずか2年で世界チャンピオンまで上り詰め、13度の防衛を成し遂げた石垣島の英雄。いや、日本の英雄でしたもん。の割になんか随分寂しいところに立ってるね、このモニュメントね。14戦目にボコボコにされて負けた悔しさを今でも鮮明に覚えてますね。あっちゃー。なので井上尚弥には王者のまま引退して伝説になってほしいなと思うおいちゃんなのでした。なるほどね。数よりは長嶋茂雄のこと知ってことね。10. Miru Miru Hanpo. 島西部の小高い丘の上にございます。こちらここはロケーションが最高なので晴れた日に訪れたい場所ですね。ヘリクルージングもできちゃったりね。これ洞爺湖と同じ会社がやってるヘリクルージングでしたね、村上くんとこ。そう思ったより安いよね、ヘリクル。いくらだっけ15,000円からだっけな。2人で乗ったら1人7,500円。結構安いじゃん。まあ乗らんけどな。と高所恐怖症なんで。でどれぐらいの時間飛ぶの？まあ15,000円だったらせいぜい10分ぐらいってとこな。4分だって。4分4分。11. Welcome. ウェルカムと書いてウェルカム。ダジャレネームのこちら。しかもウェルカムだって。よく噛むって私のことって感じ。あ、全くだ。否定せい。ここも1000ベロ1000円で3倍システム。お通しもう300円だっけな、かかるけど安いね。安い。やるよね。やっちゃうよね。12. Akashi Shokudo. 町の中心部から島の北端方面、車で45分くらい走るとありました。明石食堂さん。民宿もなさってるようですね。そのようです。なんとこちら営業してるのは木金土の3日のみというハードル高めのお店ですが、アグー豚のカツ丼が美味しいということでね、はるばるボロいレンタカーでやってまいりました。グリーンは石垣島ナンバーワンと言われる八重山そばをいただきます。そうなの？ナンバーワン？カツオ。一体どれだけのカツオをお使いですかってなくらい、カツオの優しいおつゆに豚骨とのコラボは間違いなし。うまし。カツ丼もうまし。これは毎回いただきたいですね。ね、癖になる味。13. Pizzeria Il Tracord. この日はクリスマスということでね。はい、お店の方はオードブル作りながらの営業で大変そうでしたね。そんなさなか飯旅ーズはピッツァをいただきにやってまいりましたよ。何やら燻製モッツァレラのマルゲリータってのが気になりましてね、即中。珍しいよね。ほんのり燻製の香りがしますが、癖強くないかいから食べやすい。もっと燻製のを想像してたんだけど、耳の部分がカリッとしていて美味しいですね。唐辛子オイルはマジつけすぎ注意。激辛ね。辛かったね。でもうまい。ごっちゃした。そしてお隣にあるジェラート屋さん、同じ系列ということでね、かなり本格的なジェラートでしたね。必要以上に加糖しないナチュラルなフルーツの甘みでいただくジェラートがいいですね。ねっとりしてて明らかにアイスクリームとは違います。本場のジェラート美味しかったね。14. Tofu no Higa. ちょっと市街地を離れたらもはやジャングル。牛もいるゾーンにございます。こちら石垣の定番油脂豆腐を使った朝食をいただきに。油脂豆腐とは沖縄の郷土料理で、豆腐ににがりと塩を加えて固まり始めた直後のふわふわとろとろのおぼろ状態の柔らかい豆腐、これを固めたものが島豆腐になるっちゅうことなんです。なるほど。豆腐を作る工程の固まる前の状態が油脂豆腐ってわけなんだね。よし、おいちゃんは常連たちが好むというぶっかけをいただきます。私は一番人気の顆油脂セットを。ぶっかけうまいっすね。これはお茶漬けのごとくサラサラといけちゃうなし。味付けが優しいから海苔やだしのうまみを感じながら油脂豆腐をいただくことができます。油脂豆腐美味しい。優しい。
ハンゲル状態のプルンプルン。自家製味噌をつけても美味しいけど、そのまま大豆の味を味わっていたいと思わせてくれる体に優しい朝食。これいいわ。油脂豆腐もうまいけど、このおまけ的なそばが気に入りましたよ。これうまい。だしいいね。麺も多分自家製手打ちじゃない？相当美味しいよ。もう一回手打ちっぽい麺よね。何？もう一回言って。昔ながらの乾水を使わない沖縄独特の製法の麺だよ。はいはい、もう一回手打ちね。そうそう、これは今まで食べた沖縄そばトップ3になりましたよ、おいちゃん的に。ほらすごい。口コミに薄い、これはいらないって書いてる人もいたけど、こんなにうまい出汁が出てるおつゆを薄いって言っちゃうのは非常に残念だ。残念。そうよね。ちょっと人よりは薄いけど、ハゲてるわけじゃないんだから。何の話？誰の話？いや、そば美味しかったな。もうここのそばを食べに行きたいですね。ここはエイブリ石垣決定ね。はいさい。15. Chineng Shokai. 石垣といえばこちら、知念商会さんの鬼笹も有名ね。これが食べたくってね、初日の夕方に来たらすでに売り切れチーン。なんでも夕方4時には大概売り切れちゃうみたい。ってことで、翌朝リベンジ。いや、仕返しすることはなかろうて。昨日の私にリベンジ。意味わからん。ささみフライ鳥居のおにぎりの系の圧縮。お好みでソースやマヨネーズでよりジャンクに仕上げます。ワイルドにかぶりつくという単純極まりないものなのだったけど、これがね、想像よりはるかに美味しかった。ねえ、滞在中結局3回行っちゃったからね。はい、こりゃいいわ。帰ってきてからもスーパーの惣菜コーナーで鬼刺さる日々を過ごしております。おにぎりもいろいろ選べて、惣菜も20種類ぐらいあったかな。あ、高菜もあった。これ地元の高校生がやりだしたことからさ、商品化されたようだけど、さすがだね。ね、鬼刺さ最高。16. Shunya Bonchan. 石垣島の東海岸の閑静な集落白穂にあります住宅改造型店舗。こちらはネットで事前予約が必要なお店。猫の麦ちゃんがお出迎えしてくれます。いらっしゃいませ。いや、そんなだ見てないわ。オーナーご夫婦は大阪出身で1998年に移住。ご主人は公務員から29歳で料理の世界へ転身。チャレンジング。ランチは島の食材にこだわったお膳のみ。メイン料理を2品選べちゃうんだけど、このだし巻き卵は外せないわね。おー、なんじゃこりゃ。すごいでしょ。創業当初はね、普通のサイズだったらしいんだけど、お客さんに喜んでもらいたいと試行錯誤で今のサイズになっちゃったんだって。でかっ。メレンゲたっぷりでふわふわ。一口食べたら口の中で溶けちゃう飲めるだし巻き卵って感じね。食べきれなかったんでおいちゃんに半分お土産にしましたとさ。確かに飲めるだし巻き出したね。どれも優しい味付けで体にいいって感じがする。デザートのシークワーサーシフォンも最高だったな。次回は2人でお邪魔したいね。いや、露骨に嫌がるな。17. Hitoshi. こちらは繁華街の超有名人気居酒屋さんだけど、超有名店は期待外れがちな観光地あるあるなんでね、実は一番躊躇していたお店なんです。ゴールデンタイムは予約困難とのことなので、時間ずらし。金はないが時間は自由気ままな飯旅です。夜9時過ぎに来てみたらすんなり入れましたね。これが良心的で美味しくてびっくり。お刺身にシークワーサーがついてきてさらにびっくり。なんでも地元じゃ醤油にシークワーサー絞って食べるんだとか、まあ醤油濃いからかな、こっちは。本マグロもかなり新鮮で美味しくてびっくり。中トロ最高だったね。赤身も極上だったよ。もずく天はカリッと、中はしっとりして食感が楽しい。カレー塩で食うのが美味しかったね。カレー塩は SB のカレー粉だ、これ。はいはい。ゴーヤチャンプルも
スパムと豚肉両方入ってて、オリオンビールと相性抜群。ご安心ください。こちらのお店、安くて美味しい観光客ホイホイ系のお店ではありませんでした。飲み屋街で働いてる人たちもみんな行くって言ってたね。18. La Boogaloo. 繁華街の雑居ビルにあるからあんまり期待してなかったのよね。ところがすっとこどっこい。はい、かなり本格的な南米料理でびっくり。美味しいですね。ますますジャークチキンが好きになったっす。このお豆の入ったご飯も美味しいし、タコスも美味しいよ。もっといろいろ食べたいお店。ここもエブリ石垣島ですな。19. Juchat Cafe. 偶然私の勘違いで見つけたお店。世界一美味しい料理、これを食べるために石垣に来るって書き込みをしているパイセンがいらっしゃったんでね、そんなの見つけたら食べないわけにはいきませんからね。飯旅的にレンダンっていう料理らしいんだけど、これはインドネシア、マレーシア、シンガポールあたりで食べられている料理のようで、もともとはインドネシアの郷土料理。2017年には CNN によって世界一美味しい料理に選ばれたのだそう。そういうこと。世界一美味しい料理ってすごいよね。期待が高まりマックス。世界一美味しい朝食はビルズのスクランブルエッグだし、マッサマンカレーやピザやパスタ、ルーローハン、小籠包なんかが世界一って言われたりしてるわね。わお、大好物ばっかじゃねえか。日本のカレーもテイストアトラスのランキングで世界で最も美味しい料理の一つとして紹介されてるんだぞ。おい、やっぱり。よかったね。はい、来ました。こちらがレンダン。全然美味しくなさそうでしょ。でもこれ美味しいんです。説明がむずい味。奥深くにビーフの煮込みっぽいテイストを感じるんだけど、すんごいいろんなスパイスやハーブが組み合わさってる感じで、主にココナッツミルク、レモングラス、ガランガルってのは検知できるんだけど、ランガルってのはタイの生姜ね、グリーンカレーなんかによく入ってるやつ。もう詳しくはちょっと分かんなかったね。パキスタン無水カレーのビーフ版っぽい仕上がりに見えるけども、味は全く違います。全くもって想像がつきません。だよね。全く今までの経験にはない味のものですからね。でもね、これパクチーがいい仕事してるんですわ。あんまり美味しかったんで、追いパクチーをお願いしたらどっさり無料で出してくださいました。ラッキー。わーここの料理は美味しいですね。いろんなものを食べてみたい。お店も素敵だしね。ぜひグリーンと一緒にまた訪れたい。シンガポールチキンライスもあるんだよ。食べたい。20. Yonahara Beach. 沖縄県石垣市の島北部、カビラ湾と白穂の中間あたりに位置するビーチ。石垣島の中でも特にサンゴ礁が海岸近くまで広がる天然ビーチとして知られ、シュノーケリングの名所として高い人気がありますんですね。ここが今回の石垣で一番インプレッシブだった場所かな。西野かな。沖縄らしいコバルトブルーの海と白いビーチにミネラルウォーターのように澄んだ水。最高でございましたね。お天気も最高だったしね。持ってるね。やっぱ飯旅ーズ。スーパー晴れ男にウルトラ晴れ女。今ちょっと目も腫れてますが、私これメッパ。だいぶ良くなったんじゃない？そう。天気は石垣滞在の5日間ほぼほぼ雨予報だったんですよね。なのになぜご覧の天気。イエーイ。まあ日頃の行いですかね。ですか？そんな善行をしてらっしゃいます？でも木々の隙間の細い小道を抜けるとスパーンとウミガメの前に広がる感じがやばいよね、ここね。そして皆さんまたゆったりと水辺でくつろいでらっしゃってね。ですわ。今回泳ぐってこと全く考えてなかったんで、12月なんでね、何の装備も持ってきてなかったんで残念でしたね。ねえ、念願のウミガメと泳げたかも。いつか実現したいウミガメとのランデブー。今のところはただのデブ。はいグリーンさん言うね。いや
会いたかったんだよ俺。そのモノマネわかる人いる？ Jikeno Meshita Biwa. 2026年。今年これ絶対食べたい。20件ってやつをお送りします。お楽しみに。See you soon. 今回のホテルはいろんな方向へ歩ける場所ってことでこんな感じ。1泊あたりルームチャージ5504円だから4泊で22,016円、往復エア32,760円と合わせて54,776円プラスレンタカー2日で5,000円合わせて6万円ぐらいってとこでしょうかね。これぐらいなら気軽に行けちゃうね。これ北海道からだとエアが倍くらいになっちゃう。そうだね、乗り継ぎになっちゃうから。プラス飲み食いにざっくり私たちは4万くらいかなって感じ。トータル10万ぐらい、これは思ったより安く済んだんじゃないね。なんせ飲み代が安い。というわけで初めて訪れた石垣島でいろいろ食べたり飲んだりした中でよかった20をご紹介しました。参考にして皆さんも飯旅に出かけちゃってくださいな。それではまた次回。